闇カラスとドンカラスの食材確率とスキル確率が判明したらしい。ジャスパルと申します。第1回ニュームーンデーで生息が確認された闇カラス、ドンカラス。皆さんも寝顔はご覧になりましたでしょうか？私、初日からダークライにも闇カラスにも色違いにも出会えない、マジでほぼ闇鍋なだけのリサーチとなりました。2アカウントあって両方ともそうだったので、ニュームーンデーって一体何なんだろうなと思い始めてはいるんですが、それはさておき。闇カラス、ドンカラスの強さがざっくりと見えてきましたので、強さを確認しながら厳選すべきかどうかなど、無課金初期勢パル目線で評価考察していきたいと思います。おそらく無課金や美課金向けのポケモンなんじゃないかなと思います。それでは参ります。ってことで早速、いつもお世話になっておりますレノンクスポケスリ攻略ツールさんを使ってドンカラスの能力をざっくりチェケラしていきたいと思います。まずドンカラスの食材確率とスキル確率なんですが、食材確率が 14.30%、スキル確率が 6.70% となっているんだそうです。ステータス速報の動画で食材確率 20% オーバーとかあるんじゃないですかねとか言ったんですけれども、大嘘でした若草コーンを集められる不安定も食材確率かなり低かったですし、激辛ハーブの電流もめちゃめちゃ食材確率低いので、ちょっとね、このあたりのパターンの食材構成のスキルポケモンは、まあこんなもんなんだろうなという風に認識改めておきたいなと思います。まあそれはさておき、スキル確率 6.70% は結構しっかり高いイメージですね。ドンカラスと同じお手伝いスピード3200秒のスキルポケモングレイシアがスキル率 6.30%、それよりも100秒早いシャワーズが 6.10% なので、おおむねそのあたりのポケモンと同じ雰囲気で捉えてもらえるといいのかなと思います。ここはそれなりに予想通りでしたね。ただドンカラスは食材確率も低めで最大所持数もそれなりにあるので、寝ている間の差も込みでブイズちゃんたちよりは若干スキルが発動しやすいって感じになっているのかなと思います。数値から見る強さ的にはそれなりにしっかりとしていそうです。ってことで、ここからは計算ツールでより具体的に見ていきたいと思います。具体的とは言っても闇カラスたちのスキル、強運の各種選択率などざっくりと判明するまででもそれなりに時間がかかるかと思うので、本当にあくまで参考とはなりますね。後ほどスキルの簡単な試算もしてみたので、それも見ながら強さについて見ていきたいと思います。ってことで、左からドンカラス、シャワーズ、クワガノン、マルノーム、そしてヒーラーのサーナイトを並べてみました。全員レベル60。スキルのポケモンはスキル確率アップ M を持っていて、スキルレベルは最大。食材のクワガノンは食材確率アップ M を持っています。料理は目覚めるパワーシチューレベル65を3食作る設定で、フィールドやフィールドボーナスの指定はしていません。睡眠時間9時間3食付きです。ってことで、ひとまずスキルのポケモンであるドンカラスのスキル期待値を見てみましょう。スキル確率アップ M、ヒーラー込みで 5.34 回となっておりまして、お隣シャワーズが 4.80 回なので、やっぱりシャワーズよりは若干期待値高めって感じですね。特に最大所持数の差が若干響いてそうには見えるんですが、お休みリボンは特に考慮していませんし、ドンカラスは若草大豆3個、シャワーズはカカオ1個のパターンも持っているので、わずかにシャワーズやマルノームより期待値高めなんだなって感じの認識で OK かなと思います。ちなみにシャワーズの食材ゲット S レベル7は食材3種を8個ずつ24個集めるスキルなので、期待値 4.80 回だとおよそ115個。本人のミルクも入れると140個以上食材集めてるみたいですね。メザパシチューのみだとエナジー的にはトータル 37,698 エナジー分となっているんですが、うまく食材を活かせたらとんでもないパワーが出ることもお分かりいただけるかなと思います。そりゃ食材セレクトになったら個数も減るわなと思った次第です。ちなみにクワガノンを一緒に並べたのは、集める食材を全て活かせた場合これくらいのパワーが出るぜっていう分かりやすい例として並べてみました。BB 食材確率アップ M のクワガノンはキノコ 62.50 個、コーヒー 11.36 個で合計およそ74個、76,500エナジーくらい料理で稼げるみたいですね。ドンカラスの食材セレクトは豆ミートと夢のかけら、またエナジー低めな若草大豆を含んではいるんですが、本人のコーヒーや大豆と合わせることで意外と食 M クワガノンに迫るくらいのポテンシャルはありそうに思えますね。
丸ノームは夢のかけら集め兼一応目覚まし中に適性があるので並べてみました。彼だけスキルレベルは8となっており、1人ね先を行っているんですが、スキル確率アップ M 丸ノームは1日1万5000かけら近く集められるポテンシャルがあります。ドンカラスの強運レベル7の大当たりだと夢のかけら一発2万稼げるので、それがどれだけでかいかわかりますよね。レベル8の丸ノームが5発以上スキル発動して1万5000ですからね。で、肝心の強運。どの程度のかけら集め能力があるのかふんわりと試算してみました。まあチャット GPT に丸投げしたんですけどね。なんとなくありえそうな数値を入れて計算してみました。まずはこちら。食材4種は均等な確率として、夢のかけらは 10% の選択率で、小当たりが 8% で大当たりが 2% の場合ですね。ポケサブレを投げた時の大成功が 8%、超成功が 2% と言われているらしいので、だいたいそんな感じだった場合、スキル1回あたりの期待値は各食材が 4.05 個、夢のかけら720個となりました。スキル確率アップ M ドンカラスの場合、期待値 5.34 回なので、1日各食材約 21.63 個で合計 86.5 個くらい。夢のかけらは3845個くらいって感じのスキルだってことになりますね。ここにドンカラス自身の食材も乗っかるわけで、1日に集められる食材の数は100個超え、そのうち80個くらいは目覚まし中に使えるのであれば、やっぱり ABB クワガノンクラスの活躍はできそうに思いますね。クワガノンはレベル60でようやくフルパワーとなっているんですが、スキルのポケモンであるドンカラスはスキルレベルさえ上げれば低レベルでもこれに近いパワーを出すことができますし、食材ポケモンの厳選ってこだわり出すと恐ろしく大変なのは皆さんすでにご存知のことと思うので、そのあたりに大きな強さを見出せそうだなと思います。この試算であると、夢のかけらは丸ノームの 25% くらいにとどまっているので、まあおまけといったところでしょうか。いやーでも試算なかなか楽しいですね。スキルの強さがよくわかるような気がします。まあ試算なんですけどね。では試算その2も見てみましょう。先ほどは夢のかけらの選択率が合計 10% で小当たり 8%、大当たり 2% だったんですが、こっちは夢のかけらが 20% で小当たり 17%、大当たり 3% の試算となっています。こうなるとスキル1回あたりの期待値は各食材 3.6 個、夢のかけら1280個となります。1日の期待値 5.34 回だと各食材約 19.2 個で合計77個くらい、夢のかけらは6835個くらいとなるみたいです。かけら選択率 20% だった場合、食材はそれなりに減ってしまうんですが、とはいえ今の料理たちには十分対応できそうな強さを感じます。一方、夢のかけらは7000個に迫ってきており、丸ノームの 45% くらいは稼げますね。スキルレベル8のキノミエスムシャーナが1日7000個くらい稼げるようなので、もしこのくらいなのであれば、木の実とかけらのムシャーナ、食材とかけらのドンカラスと言っても良さそうな気がしますね。まあ、結局のところどの程度の選択率になるのか検証待ちかなとは思うんですが、クレセリアとダークライが比較的対になるように調整されているように、ムシャーナの対のポケモンとしてドンカラスが調整されているのだとしたらちょっと面白そうです。スキルレベル8のムシャーナと対等に渡り合ってしまうと、それもちょっとどうなのみを感じるので、なんとなく夢のかけら選択率 20% はないような気がするんですが、超ざっくり強さの雰囲気は見てもらえたのかなと思います。前回のステータス速報の動画では、もしかしたら食材とかけら半々くらいのスキルなのではと言ったんですが、さすがに食材メインのスキルとして考えて良さそうかなとは思いました。いや本当に面白いスキルを考えつきますね、運営さん。強み弱みはなんとなくお分かりいただけたかなと思うので、あとは確率絡み、検証2期ネキたちの活躍を待ちたいと思います。そんなわけでここまで見てきたドンカラスの実力、無課金目線で評価していこうと思うんですが、この強運というスキル、やっぱり無課金や微課金にこそ向くスキルだろうなとは思いました。夢のかけらもふんわり集めつつ、特定の食材をある意味厳選をスキップしながらそれなりに安定供給してくれるスキルという風に感じたので、どの要素も無課金微課金にとってありがたいものとなってるんじゃないかなと思います。ただし
闇カラス本人が絶望的に厳選しづらいのと、メインスキルの種含めてめちゃくちゃリソース食い虫ではあるので、無課金というよりはプレミアムパス以上くらいの課金プレイヤーさんにおすすめって感じのポケモンなんだろうなとは思います。とはいえね、パルはマルノームを育成しているくらいで、夢のかけらを集められる系のポケモンは軒並み評価が高くなる傾向にあると思うんですけれども、ムシャーナはラピスで超強いポケモンであるのに対して、最低限目覚ましコーヒーを集められて、より汎用性が持てそうなドンカラスの方が評価高くなるような気がしています。夢のかけらの選択率が出てこないとかけら絡みでは評価しきれないし、夢のかけらゲットウィークとかでも安定的に活躍できるのはかけらゲット勢かなと思うので、今のところは食材セレクトの4食材、味わいキノコ、豆ミート、若草大豆、目覚ましコーヒーのポケモンの厳選育成状況がどうか、またダークライを育成するのかどうか、そのあたりを複合的に考えて厳選頑張るのかどうか検討してもらえたらなと思います。言うてもね、ランダムでありながらもなかなか扱いやすく、しっかりとした強みの見えるスキルだなと思ったので、それこそ神闇カラスちゃんをお迎えできた方はね、状況に合わせて育成するのか検討してみてください。すでに AAA の食材ポケモンたちもしっかりいますし、なんならかけらゲットのポケモンもいますみたいな方は基本スルーでいいのかなと思います。そんな感じのふわっとした評価とはなりましたけれども、皆さん的にはどのような評価となりましたでしょうか。やっぱかけら次第なところはね、十二分にあるかなと思うんですけれども、ぜひ現時点での評価や意見感想なんでもコメント頂戴できますと幸いです。やっぱりね、ゲットが大変なので、色違い神闇カラスちゃんに出てきてほしいところですよね。私は明日の朝こそ寝顔を拝めるように祈っておきたいなと思います。そんな食材確率とスキル確率が判明したドンカラスの評価でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドを押していただけますと動画制作の励みになります。本当にいつもグッド、たくさんのグッドありがとうございます。それではニュームーンデー2日目マジでいいリサーチとなることを祈っております。明日くらいからもしかしたらちらほら星にダーくらいの目撃情報も出てくるんでしょうかね。楽しみです。それでは今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。